今回はべき級数の収束半径を求めて円周率を計算するという動画のパート2なのだ。べき級数というのは x の多項式の項の数を無限に増やしたもので、 x の多項式と同じように x によって値が変わるのだ。無限個の足し算をするせいで x の値によって収束したりしなかったりするのだが、収束半径と呼ばれる0以上の数 r が存在して、 x の絶対値が r より小さい時に収束、 r より大きい時に発散することが知られているのだ。ただし x がどんな場合でも収束する時 r は無限大とするのだ。 R を境にしてきれいに収束発散が切り替わるのね。そしてパート1の動画では等比級数の収束半径が1であることを使ってべき級数に対して収束半径が存在することと、べき級数の係数から収束半径を計算できることを示したのだ。そして収束半径の計算方法は2通りあって、それは等比級数の収束条件である x の絶対値が1より小さいということを別の観点で言い換えることで得られたのだ。1つ目は前の項との比の絶対値が1より小さいというもので、これから収束半径がこれに一致することが示されたのだ。2つ目は n 次の項の絶対値の n 乗根が1より小さいというもので、これから収束半径がこれに一致することが示されたのだ。ただこれだけでは円周率の計算には不十分で、円周率を計算するには収束半径が円周率に一致するべき級数を見つける必要があるのだ。大まかな方針はパート1でも話したように、べき級数 fx で x の絶対値が π より小さい時に0でなく、絶対値が π となるある x に対して fx が0になるようなものを見つけることなのだ。ただし x は複素数の範囲で考えることとするのだ。図示すると半径が π の円の内側で0でなく、円周上のある点で0になるということなのだ。このような関数は例えばコサイン2分の x や e の x 乗足す1などがあるのだ。このような f に対して f 分の1を考えると、上の条件から円の内部では定義されていて、下の条件から円周上のある点で発散するので、 f 分の1がべき級数展開可能であれば収束半径は π であると推測できるのだ。しかし今分かったのは、半径 π の円の外で発散することだけで収束半径が π に一致することを示すのは簡単ではないのだ。それを正則関数というものを使って示すのがこの動画の目標なのだ。ということでこのパート2の動画では、まず複素数の世界での微分積分について説明し、正則関数についてもそこで説明するのだ。次に正則関数がべき級数展開可能であることを示し、その後逆にべき級数が正則であることを示すのだ。そして最後に収束半径の話に戻って、さっきの f 分の1の収束半径が π であることを示すのだ。ただし1番と2番については深入りすると長くなるので、厳密な定義や証明を飛ばすことがあるのだ。詳しく知りたい場合は教科書等を読むことをおすすめするのだ。円周率の具体的な計算はこの動画では行わず、次のパート3の動画で行うのだ。それでは最初に複素数の世界の微分積分について説明していくのだ。微分積分というからには、まずどんな関数を微分積分するのかを話す必要があるが、今回は複素数に対して複素数を対応させる関数を考えるのだ。このような関数を複素関数というのだ。ちなみに実数の場合は変数を x や y で表すことが多いが、複素数の場合は z や w で表すことが多いのだ。複素数に対して複素数を対応させるというと少しややこしく見えるかもしれないが、複素数は i を虚数単位として2つの実数の組で一通りに表されて、逆に2つの実数の組から複素数がただ一つ定まるので、関数の値も x と y の2つの実数から定まり、さらにそれが2つの実数で表されるので、それぞれを uv と置けば複素関数は
2つの実数値に変数関数 u(v) を与えることと同じなのだ。例えば z に乗という関数は x と y で表すとこのようになるが、計算してこのようになり、2つの実数値に変数関数で表されるのだ。思ったより単純なのね。でも実数の関数で表されるならわざわざ複素数を考える必要があるの？それが微分を考えると複素数特有の現象が起きるのだ。 A を複素数とし、このような極限が存在するとき F は A で複素微分可能であるといい、この極限値を F'(A) と表すのだ。この極限は A や Z が実数で F が実数値関数であれば普通の意味での微分の定義そのものなので、微分の定義の実数を複素数に置き換えただけと考えれば自然な定義だと言えるのだ。この定義から和、差、積、逆数の微分が実数の場合と同様に計算できて、例えば逆数の微分はこの極限を計算すればよいが、通分してこのようになり、後ろの部分は F が A で微分可能ならばマイナス F'(A) になるので、このように微分が計算できるのだ。他にも和、差の微分、積の微分が同様に計算できるのだ。ここまでは実数の場合と同じね。複素数と実数の微分で違うのはどんなところなの？複素微分が実数の場合と異なる点の一つは A への近づき方がいろいろあるというところで、実数の場合は右から近づくか左から近づくかしかなかったが、複素数の場合はこっちから近づいたりこっちから近づいたり、あるいは回転しながら近づいたり、もっと変な近づき方もあったりするのだ。その中でどんな近づき方でも同じ値になるというのが複素微分可能であることの定義なのだ。こう見るとこんなにきつい条件を満たす関数が本当に存在するのか気になるが、例えば fz=z という関数はこの極限の分子が分母と同じなので1になり、よって全ての複素数 A に対して fz は A で微分可能なのだ。特に和や積が微分可能であることから、多項式は全ての複素数で微分可能で、その逆数も多項式が0にならない範囲で微分可能となるのだ。一方 z の複素強約、つまり i をマイナス i に置き換えたものは、この極限はこのようになり、複素強約をまとめてこのようになるが、 A にまっすぐ横から近づくときは分子も分母も実数なので1に収束し、一方まっすぐ縦から近づくときは分子も分母も虚数なのでマイナス1に収束し、近づき方によって異なる値に収束するので fz=z バーは微分可能ではないのだ。こんなに単純な関数が微分可能じゃないって変ね。近づき方がいろいろあるということをもう少し補足すると、 f はこのように u と v で表すことができるが、近づき方がいろいろあるというのは実は二変数関数の微分を定義する場合も起きることなのだ。では u と v が二変数関数として微分できれば複素微分可能なのかというと、そうではなく、例えば x やマイナス y は二変数関数として微分可能であることが知られているが、 z バーは複素微分可能ではないのだ。複素微分可能となるにはさらにコーシー・リーマン方程式と呼ばれるこのような式を満たす必要があることが知られているのだ。コーシー・リーマン方程式は今回の動画では使わないので、難しく感じた方は無視してよいが、複素微分が実数の意味での微分とちょっと違うということを伝えたかったので一応説明したのだ。複素微分についてはこれで説明し終えたので、次は整則関数について説明するのだ。整則関数とは単に複素平面上のある範囲 D のすべての点で複素微分可能であるというだけなのだが、 D がある性質を持つことを仮定することが多いので、それについて説明するのだ。まず一つ目は D 上のどんな点に対しても半径を小さく取ればその点を中心とする円が D に含まれるというものなのだ。例えば直線は円がはみ出してしまうのでダメで、他にも境界を含む円の場合は境界上の点を中心とする円がはみ出すのでダメなのだ。一方
境界を含まない円の場合は中心からの距離を測って半径からそれを引いた長さより半径が小さい円を取ればそれは元の円に含まれるのだ。他にも中心に穴が開いている場合や複素平面全体も同様にして円が含まれることがわかるのだ。境界があるとそこを中心とする円がはみ出すからダメなのね。このような性質を持つものを回集合というのだ。もう一つの性質は今回は気にする必要はないが、こんな風に D が分かれていないということなのだ。この性質を持つものを連結であるというのだ。2つの性質を満たすとき D を領域といい、領域上のすべての点で微分可能な関数を正則関数というのだ。これで微分については説明できたので、次は複素数における積分について話していくのだ。複素数における積分が実数の場合と大きく異なる点は、複素数が平面で表されるので、積分の経路の取り方がいろいろあるという点なのだ。例えば A から B への積分というものを考えようとすると、 A から B へ進む経路はこんなものがあったりこんなものがあったり他にもいくらでもあるので、単点だけでは積分を定義することができず、 A と B をつなぐ曲線に沿って関数を積分するということを考えなければいけないのだ。ここに線ってついてるのは曲線に沿って積分するからなのね。ただ曲線に沿った積分といっても基本的な考え方は普通の積分と同じなのだ。普通の積分を思い出すと、実数上の C という関数があった時、 C のアルファからベータまでの積分はアルファからベータまでの区間を分割して、このような長方形の面積の和を取ったものの、分割を細かくしていった極限のことだったのだ。式で表すとアルファからベータまでの積分はこの長方形の左側の座標を xk、 右側を x の k たす1とした時、長方形の幅は x の k たす1引く xk で、高さは関数の値で与えられるので、これの分割全体の和の極限で与えられるのだ。ただしここの ck は xk から x の k たす1の間の実数で、ここの極限は分割の幅すべてが0になるように取るのだ。この極限は g が連続なら存在することが知られており、その極限値を積分の値と定義するのだ。曲線に沿っての積分もこれとほぼ同様で、複素関数 f の例えば右の図の曲線に沿った積分は曲線を細かく分割して k 番目の区間の両端を zk たす1と置き、 zk たす1引く zk にここと同様に zk と zk たす1の間の曲線上の点を適当に取って f の値をかけたものを分割された分のすべての和を取り、分割幅がすべて0になる極限を取ったものなのだ。この極限は f が連続で曲線も連続かつ曲線の長さが有限の時に存在することが知られていて、その極限値を曲線の名前をガンマとしてこのように表し、 f のガンマに沿った積分または線積分というのだ。式の形だけ見るとここもここも普通の積分を複素数に置き換えただけなのね。そうなのだ。微分もそうだったが積分も式の形はほとんど同じなのだ。ただこの部分は複素数の積になっているので、実数の時のように長方形の面積を求めているわけではないのだ。さてこれで複素数の世界の積分を定義できたが、積分を具体的に計算する場合は普通の積分を定義通りに計算することがないように、複素積分も定義通り計算することはほとんどないのだ。定義通り計算するのは難しそうというのはわかるけど、じゃあどうすればいいの？実は曲線がある性質を持つとき、線積分の計算は普通の積分の計算に帰着されるのだ。ここからは普通の積分の計算に帰着する方法を説明するが、ここまでそもそも曲線とは何かということを曖昧にしてきたので、まずはそれから話していくのだ。平面上の曲線というと一般の認識では平面上に存在しているこれのことを指すが、数学的にはある平区間からの連続写像のことを曲線というのだ。これをなぜ曲線というのかというと、
アルファからベータの間の実数 t に対して複素数ガンマ t が定まり、それは複素平面上の点として表されるが、 t を動かした時の軌跡が一般的な意味での曲線をなすからなのだ。このように定義すると曲線を連続関数の組とみなせるので、数学的に扱いやすいのだ。特に曲線の微分が定義できて、この2つの関数が t に関して微分可能な時、曲線ガンマの微分をこのように定義し、さらに微分がそれぞれ連続ならば曲線ガンマを C1 級曲線というのだ。単に微分できるだけじゃなくて、微分したものが連続であるという条件も課すのね。そして曲線が C1 級だと線積分が普通の積分に帰着できるのだ。積分を定義するとき、曲線の分割を考えたが、曲線を平区間からの連続写像と定義した今の状況では、区間アルファベータの分割を与えて、それをガンマで写すことで曲線の分割が得られるのだ。そして区間の点 tk、tk たす1に対応する点を zk、zk たす1等期、その間にある点 tau-k に対応する点を eta-k と置いて、分割に対して定まるこの和を考えると、eta-k は tau-k をガンマで写したものなので、F の部分はこのように表され、後ろの zk も同様にこのように表されるのだ。そして後ろの部分を分割幅で割るとこのようになるが、この部分は平均値の定理というものを使うと、分割が細かくなればガンマの微分に近づくので、分割幅を0にする極限を取ればこのように区間アルファベータ上の積分に収束するのだ。そして元の部分は積分の定義通り分割を細かくすればガンマに沿った F の積分になるので、線積分が区間上の積分に一致するのだ。ちなみにこの部分を見ると2つの積分の関係は置換積分みたいなものなので、記号的には分かりやすいと思うのだ。最後に2つほど具体的に積分を計算してみるのだ。まず曲線を E の IT 乗と置くと、これはオイラーの公式からこのように表され、 t を0から 2π までとすれば複素平面上の一を支点として半時計回りに一周する曲線となるのだ。この曲線に沿って z を積分すると、まず積分範囲は0から 2π まで、そして z をガンマ t に置き換え、ガンマ t の微分をかけたものの積分になるのだ。整理するとこのようになり、指数関数の積分は指数の部分で割ってこのようになるが、 t が 2π の時も0の時も括弧の中の関数は同じ値になるので、積分の値は0になるのだ。もう一つの例として z 分の1の積分は z をガンマ t に置き換えてガンマの微分をかけると、この部分が相殺してこのようになり、計算すると 2πi になるのだ。これで複素関数の微分積分が説明できたので、ここからは正則関数がべき級数展開できることについて示すのだ。まずは準備としてコーシーの積分定理というものを紹介するのだ。コーシーの積分定理というのは、ある条件を満たすとき積分の値が0になるというもので、その条件の1つ目は F が領域 D で正則であること、2つ目はガンマが D に含まれる曲線で曲線の支点と終点が同じであること、3つ目は曲線の内側で F が正則であること、そしてこれらを満たすとき積分の値が0になるのだ。さっきの z の積分の計算で円周に沿っての積分が0になったけど、 z が複素数全体で正則で円の内側でも正則だったから、この定理の条件を満たしていたのね。そういうことなのだ。ただしガンマの内側という部分には少し注意が必要で、曲線によっては内側という概念を定めるのが難しいことがあるのだ。例えばこのような曲線の内側はここなのかここなのか、それともここなのかよくわからないのだ。今回はこのような曲線は考えず、内側がはっきりとわかるものだけを考えるのだ。コーシーの積分定理の過程が成り立たない典型的な例は、領域 D に穴が開いていて曲線がその周りを一周する場合で、これは3番の内側で正則という条件を満たさないのだ。
例えばさっきの z 分の1の積分は z 分の1が原点で生息ではないので、原点周りを一周する積分は0でなく 2πi だったのだ。この動画ではこの定理の証明は省略するが、この定理を使って生息関数がべき級数展開できることを示すのだ。まずこの定理から導かれる基本的な事実として、 A から B への曲線が2つあって、内側で関数が正則な時、それぞれの曲線に沿った積分の値は等しくなるのだ。なぜかというと、まず上の曲線を逆向きにすると、それらをつなげた曲線は支点と終点が同じになるのだ。下の曲線をガンマ1、上の曲線は逆向きという意味でマイナスガンマ2とすると、コーシーの積分定理からそれぞれの曲線に沿った積分の和が0になるのだ。ここで逆向きの曲線に沿った積分は積分の定義から元の向きの積分と符号が逆になるので、上の曲線の向きを元に戻すとこのような式が得られ、この2つの積分が等しいことがわかるのだ。これはガンマ1に沿ってもガンマ2に沿っても積分が同じ値になることを意味し、囲まれる部分で F が正則である限り A から B までの積分経路は自由にとってよいということなのだ。べき級数展開のためにはもう一準備必要で、次はコーシーの積分公式というものを説明するのだ。さっきのは積分定理だったけど、今度は積分公式なのね。状況もさっきと似ていて、関数 F がある領域で正則で、領域に含まれる半時計回りに一周する円周ガンマの内側で F が正則であるとき、ガンマの内側の任意の点 A に対して FA がこのような積分で表されるというものなのだ。この式は点 A での値が曲線上の値で決まってしまうという不思議な式なのだ。この式がなぜ成り立つかというと、まずガンマの内側の部分だけ考え、こういう経路とこういう経路による積分を考えるのだ。この時この関数は A を除いて正則なので、内側で正則となり積分は0、こっちも内側で正則となり積分は0になるのだ。2つ合わせるとこのようになり、縦線と横線の部分は逆向きのなので積分は相殺するのだ。すると外側の半時計回りの円周と内側の時計回りの円周が残り、積分が合わせて0になるので、外側の積分と内側の逆向きの積分が一致するのだ。ここで内側の円周をガンマバーと置き、半径をデルタとすると、ガンマバーはこのように表されるので、ガンマバーに沿った積分を計算すると Z をガンマ t で置き換えてガンマの微分をかけてこのようになり、ここがキャンセルするのでこのようになるのだ。この積分値は右の図からこれと一致するので半径デルタによらず、よってデルタの0への極限値を求めればそれが積分値と一致するのだ。ただし積分が邪魔で素直に極限を取れないので、この部分を少し変形するのだ。まず積分の中身にマイナス FA を余分に入れて、余分に入れた分は FA の積分が 2πFA であることから 2πIFA を足せば帳尻が合うのだ。そしてここまで触れてこなかったが、複素微分可能ならば連続であることが実数の場合と同様に示せるので、 F は連続関数で、したがってどんな正の数イプシロンに対してもデルタを小さく取ればこの不等式が成り立つようにできるのだ。両辺を積分するとこのような不等式が得られるが、この積分値は上の積分の絶対値を取ったものと比べると積分に関する三角不等式から赤枠の方が小さく、イプシロンは任意だったので赤枠の積分は0になるのだ。以上を整理すると、この積分が0であることから、これが 2πIFA に等しく、さらに元の積分とも等しいので 2πi で割ってこの等式が得られるのだ。これでべき級数展開のための準備が整ったので、正則関数がべき級数展開可能であることを示すのだ。まずこの積分公式が成り立つ条件を思い出すと、 F がある領域で正則で、その領域に含まれる半時計回りに一周する円周ガンマの内部で F が正則であるとき、
ガンマの内部のどんな A に対してもこの公式が成り立つのだ。 A は任意なので動かしても成り立つという意味で Z に置き換え、積分変数が被るので Z をゼータに置き換えると上の式はこのようになるのだ。次に右辺のこの部分を変形していくのだ。円周ガンマの中心を A と置くとゼータ -Z 分の1はこのように変形できて、ゼータ -A でくくると左の図から Z は円の内側にあるのでこの不等式が成り立つのだ。するとこの部分はべき級数展開できてこのように等比級数になるのだ。これを上の式に当てはめるとこのようになるが、詳しい説明は省略するが、この級数は曲線ガンマ上で一応収束と呼ばれる収束の仕方をしていることがこの不等式から示され、一応収束する場合は積分と級数の和を交換できることが知られているので、ここを入れ替えて少し整理するとこのようになるのだ。するとこの部分は連続でガンマの長さが有限なので積分値が定まり、積分値を 2πi で割ったものを an と置けばこのようにべき級数で表されるのだ。これで生息関数がべき級数で表されることが分かったのだ。改めて状況を思い出すと F が生息な領域にガンマが含まれていればいいので、べき級数の収束半径は少なくともガンマが領域の端に触れるところまで広がっているのだ。これで生息関数がべき級数展開できることが分かったので、次は逆にべき級数が生息関数であることを示すのだ。つまり AZ をこのようなべき級数とし収束半径を R としたとき、 AZ が収束半径内で生息であることを示すのだ。より一般に A をある複素数としてこのようなべき級数を考えてもよいが、証明は全く同様なので A が0の場合だけを考えるのだ。これを示すために定義通りこの極限が存在することを示すのだ。ただし G と Z たす H はその絶対値が R より小さいとするのだ。まずこの部分を計算すると A の Z たす H-AZ は定義通りこのようになり、次数でまとめるとこのようになるのだ。ここで一般に N 乗同士の差はこのように因数分解することができるのだ。これが正しいことは単純な計算で確かめられるのだ。後ろの部分は次数の和が n-1 になるものすべてなのでこのように表しておくのだ。これを A を Z たす H、B を Z として適用するとこの部分が H になって残りはこのようになるのだ。よって A の Z たす H-AZ を H で割ると H がうまく消えてこのようになるのだ。よって左辺の代わりに右辺の級数について考えればよいのだ。ここで右辺の H が0の時、この部分は Z の n-1 乗でそれが n 個あるのでこのような級数になるのだ。一応補足しておくとこの級数は G の n 乗の微分が NG の n-1 乗であることからべき級数 AZ を各項ごとに微分したものになっているのだ。ということはこれが元のべき級数の微分になるの？結果的にはそうなるがまだ確かめないといけないことがあるのだ。一つ目はこのべき級数が収束するかということで、二つ目は下の級数が H=0 で連続なのかということなのだ。確かに H=0 で発散するかもしれないし、収束してもそこだけ値が飛んでる可能性があるのね。ということでまずは1番目を示すのだ。示すべきことはこのべき級数が元のべき級数 AZ の収束半径内で収束するということで、そのためにはこのべき級数の収束半径を求めればよいのだ。まず Z をかけたべき級数との収束半径の関係を考えると Z を固定して考えた時、こっちが収束すれば Z をかけただけのこっちも収束し、こっちが発散すれば Z をかけただけのこっちも発散するのだ。そして逆も成り立つのでこれらのべき級数の収束半径は等しいのだ。それを R' と置くことにするのだ。次に Z をかけた方と元のべき級数 AZ を比較すると、各項の絶対値を取ったこの級数よりこの級数の方が大きいので
収束半径は元の収束半径以下であることがわかるのだ。逆の不等式は前回示した収束判定法を用いると R' はこの可極限に等しいことがわかり、この部分を分解するとこのような不等式が成り立つのだ。この不等式は後で説明するとして、この部分は元のべき級数 AZ の収束半径に等しく、この部分は N の N 乗根が1に収束することが知られているので1となり、AZ の収束半径に等しいことがわかるのだ。これで逆の不等式が得られ、R と R' が等しいことがわかるのだ。さっき飛ばしたこの不等式については少し感覚的な話になるが、この2つの値が N を動かした時大きくなったり小さくなったりすると、値の上下が積を取ることによってならされる場合があり、それによって別々で可極限を取って積を取るよりも先に積を取ってから可極限を取る方が大きくなることがあるのだ。ということで H=0 で収束することが分かったので、次は赤枠の級数が H=0 で連続であることを示すのだ。一言補足すると、連続関数列が一応収束するとき、その収束先の関数が連続であるという事実を知っていると証明が分かりやすいと思うのだ。ただし知らなくても問題ないのだ。まず Z を固定して級数の n 番目の項を φnh と置くのだ。つまりこのように置くのだ。そして φnh の和を φh と置くのだ。状況を思い出すと、元のべき級数の収束半径が R で、半径 R の円の中に Z があるのだ。よって Z の絶対値より大きく R より小さい値を1つ取ると、 Z たす H が半径 R の円に含まれるように H を小さく取れば、 φn の定義から φn の絶対値はこの値より小さくなるのだ。ここでこの値の n に関する無限和はさっき示した通り収束するので、どんな正の実数イクシロンに対してもある自然数 m が存在して、 φn のうち n が m より大きいもの全ての和はイクシロンより小さくなるのだ。この時 φh と φ0 との差は三角不等式からこのような値で抑えられ、両端の値はこの部分からイクシロンより小さく、この部分は φnh の定義から連続関数の有限個の和なので連続、つまり h を十分0に近く取ればイクシロンより小さくなるのだ。よって h を十分0に近く取れば3イクシロンより小さくなり、 φh が0で連続であることが分かったのだ。スペースの関係で h に関する条件を書いていないので、その観点で証明を振り返ると、この部分は z たす h の絶対値が r より小さくなるように h を取れば成り立ち、この部分はこの値の m 以降の和が小さくなるように m を取ればよいので、 m は h によらず取ることができ、この部分は連続なので h を小さく取れば小さくできるのだ。ということで φh が0で連続であることが分かったが、 φh はこの右下の級数に等しいので、左辺の h の0への極限、つまり微分はこの値に等しいことが分かったのだ。まとめると、べき級数は収束半径内で生息で、その微分は項別に微分したものになるのだ。特に微分したものもべき級数なのでさらに微分可能で、何回でも微分可能なのだ。これでようやく生息関数とべき級数の関係が分かったので、最後に関数の生息性を用いた収束半径の求め方について説明していくのだ。動画の冒頭の話を思い出すと、べき級数 fz で z の絶対値が π より小さい時に0でなく、絶対値が π と等しいどこかの点で0になる時、つまり図示するとこれを複素平面上の半径 π の円として、円の内側で0でなく円周上のある点で0になる時、fz 分の1をべき級数展開すると、そのべき級数の収束半径が π になるはずというのが冒頭で説明した話だったのだ。これをここまで話してきた生息関数の性質を使って示すのだ。まずべき級数 fz は円の内部で収束しているので、fz の収束半径は π以上
特に円の内部で生息なのだ。次にこの条件から fz 分の1は円の内部で定義された関数になり、小の微分ができることから fg 分の1も円の内部で生息なのだ。fz 分の1が生息ということはある範囲でべき級数展開可能だが、その方法を思い出すと、点々を中心として半時計回りに一周する曲線ガンマを取って bn をこのように定めると、曲線ガンマの内側でこのようにべき級数展開できたのだ。曲線ガンマの内側という制限があるが、半径 π の内部の点 g を一つ固定した時、その外側を通るように曲線ガンマを取ることができるので、このべき級数展開は半径 π の内部の点すべてにおいて fz 分の1と一致するのだ。よって収束半径は π 以上であることがわかるのだ。逆に収束半径が π 以下であることは π より大きいとして矛盾を導くのだ。f は円周上の点で0になるので、その点を z0 と置くと、絶対値の z0 への極限は無限大になるのだ。ここでべき級数は収束半径内で微分可能、特に連続なので、収束半径が π より大きければ収束半径内にある z0 で連続で、したがってべき級数は z0 で発散するのだ。これは収束半径が π より大きいことに矛盾するので、収束半径が π でなければいけないのだ。このようにして生息関数の性質を使うと、べき級数の収束半径を求めることができるのだ。fz の例としてこれらの関数を冒頭で挙げたが、これらの関数が本当に上の性質を満たすかは次回の動画で確認するのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。動画の時間が思ったより長くなってしまったが、次回の動画ではようやくべき級数の収束半径から円周率を求めるのだ。動画が少しでも面白かったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。